皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、バンコクの、おすすめの病院について紹介したいなというふうに思っています。そうですね、去年の11月からバンコクに来てまして、もうね、何回病院に行ったかわかんないですね。一番最初がノロにかかって1週間入院したし、で、前の動画でも上げてますけど、アレルギー検査、大腸の検査で胃カメラもやったし、年明けね、一発目ね、ぎっくり腰になって、で、それでも整形外科行ったし、そもそもね、このバンコクに、医療目的で来てたので、ここにね、せっかく来たからには、やれることは全部やっていこうっていうことで、病院かかってました。で、3つほどね、本当バンコクのトップ3って言われてる病院なんで、ね、ぜひね、バンコク、タイは本当日本人も多いんですよね。なので、移住を考えてる人とか、やっぱりね、年齢が上がってくると、医療っていうところがネックになってくると思うんですよね。やっぱ日本で受けれてた治療が同じような金額で受けれるのかとか、その医療の設備とかどうなのかっていうところがすごい気になってくる場所かなというふうに思うので、そこも含めてね、話していきたいと思います。まず一番最初が、これがね、一番新しい医療施設になります。一番新しい、バンコクの病院で、メルパークっていうところですね。メルパークは、僕は実際行ったことないんですけど、何度も、前は車で通ってて、もうすごいですね。もう、出来たてほやほやの最新の病院になってます。うちのね、奥さんがね、アメリカ合衆国の外交官なんですよ。で、外交官仲間だと、もうここ一択ですね。みんなここで治療を受けてる。アメリカの外交官の人たちは、ここで治療を受けてますね。なので、僕らも行ってみたかったんですけど、僕らの入ってる保険がね、この病院がちょっと、適用外っていうことで、行けなかったんですけど、すごく評判はいいし、最新だしっていうことで、おすすめの一つになってます。で、2番目が、僕の前回動画でも紹介したアレルギーと、腸内の検査はこのバモングラード国際病院というところでやったんですけども、ここもね、すごいですね。もう本当に、ここも比較的新しい病院になります。ここのいいところは、必要に応じて通訳をつけることができます。なので、英語ちょっと苦手だよっていう方も、先生とね、話す際に通訳つけることができるので、で、言語もね、すごい多岐にわたってますね。日本語もそうだし、英語、韓国語、アラビア語、中国語、もう本当に多岐にわたってます。フランス語もあったかな。なので、ほぼいろんな国の人たちが安心して受けれる環境になっています。で、僕がね、日本人の方に一番お勧めしたいのが、サビダメ病院です。ここはね、もうね、日本の病院と思ってもおかしくないです。もう、3棟立ってて、そのうちの1棟が丸々もう日本人病棟になってるので、日本人の方も本当に安心して受けれます。で、病院のこの何々科とかってあるじゃないですか。整形外科とかね、タイの病院なんでタイ語で書かれてて、まあ、サイトでも英語はあるじゃないですか。オーソピーデックって書いてあるんですけど、プラス日本語表記もあります。整形外科って。なので、本当に病院の中にいるときに言語で困ることは本当にないです。日本人専用の窓口もあって、日本から来てて、その保険とかどうなってるのか相談したいっていうことも相談できるし、タビダメイドに関しては、この最初に言ったその2つの病院に比べたらちょっと古いんですよ。設備的には。でも、この言語の問題が本当一番少ない。びっくりするんですけど、受付の人たち日本語できます。日本語喋れます。で、受付のところにこう、インフォメーションシートみたいなのがあるんですけど、それも日本語表記でも書かれているので、本当に英語がね、ちょっと苦手だよっていう人も全く問題なく使える病院になっているので、お勧めします。あと、個人的にね、最初のトップ2はやっぱ新しくて設備良くて、すごくいいんですけど、僕が行ったそのバモングラードなんかは、やっぱりちょっとビジネスチックなんですよね。やっぱ忙しすぎるし、なんていうのかな、落ち着かないところがあるんですけど、サビダメイドに関しては、本当にその看護婦さん、医師の方、本当に時間をこう割いてくれて、丁寧に接してくれるので、なんかすごくアットホームな感じもあるんですよ。日本人からすると。なので、日本人の方にはね、
で、特にその英語とかもちょっと苦手だっていう方は、サビダメイドが一番おすすめになりますね。やっぱりね、この移住とかっていうことを考えると、若いうちはいいと思うんですけど、年齢がある程度上がってくると、この医療ってどうなんだろう。医療のクオリティってどうなんだろう。金額ってどうなんだろうって思うんですが、やっぱりね、タイはね、医療先進国で技術も高いし、で、僕ら、その、アメリカに住んでる人からすると、もう本当に金額が安くて済むので、まあ、だから僕らはここに来て、まとめてね、やれる医療はやって帰ろうっていうことで今やってるんですけど、本当に日本人の方にもお勧めできる、この3つの病院で、特に最後のサビラメイドがおすすめなので、ぜひね、参考にね、いただけたらなというふうに思います。今日の動画は以上です。次の動画でまたお会いしましょう。